偽物の令状に逆らうため、婚約者と兄は挙式当日、私を無人島に置き去りにした。二人には賭けがあった私が騙されていることに気づくまでの時間をかけて、兄のブレイクは高価なロレックスをポーカーテーブルに叩きつけた。1ヶ月かけるぜ。彼は笑った。その笑い声は耳障りだった。ほら、妹のウィローは幼い頃誘拐されたんだ。それに高熱で頭が単純で物覚えも悪い。もしプレストンが運よく彼女を見つけて連れ帰ってなかったら、とっくに死んでたよ。婚約者のプレストンは冷ややかに、20歳の誕生日から身につけていたヴィンテージの花宝の時計を外した。彼の笑みは冷たく鋭かった。俺は3日だ。彼女は泣きながら電話してきて、助けに来てくれって哀願するさ。部屋には轟くような嘲笑が響き渡った。部屋の外で私は拳を握りしめ、指の関節は血の気が引いて真っ白だった。その夜、心の奥深くに刻まれた番号をダイヤルした。傷つき混乱した声は震えていた。ライス、帰りたい。お願い、連れて帰って。1。ひどいぞブレイク。マディソンが気づいたら大切な兄を許さないんじゃないか？ビリヤードルームから酒に酔った楽しげな声が聞こえた。ブレイクは空虚な笑いを漏らした。もう手配は済ませた。ただの教訓、ちょっとした怖がらせだよ。彼女を永遠にそこに置き去りにするわけじゃないだろ？自分の名前すらろくに覚えられないバカだ。甘い言葉を少しかけりゃ元に戻るさ。別の男が食い下がった。プレストン、君も非常だな。かわいそうな頭の弱い娘が幸せに結婚を待っているのに、島でのサバイバル試練に送り込むなんて。本当に逃げ出さないか心配じゃないのか？逃げる？彼の無造作で軽蔑的な笑い声は、ガラスの破片のように私の耳に突き刺さった。バカがどこに逃げるって言うんだ？自分の過ちに気づけば、当然ずれ戻してやるさ。陰険な言葉は、あざ笑うような霊障の合唱に飲み込まれた。私は胸を押さえた。内部の鈍くうずくような痛みは、気が遠くなるほどだった。窓ガラスに映った青白く引き締まった自分の姿を見つめ、必死に考えた。私は一体何を間違えたのか？あの時、熱が40度もあったのに、マディソンにカップケーキを買ってこられなかったから？それとも、雨が降っているのに、マディソンの靴の泥を拭くためにひざまずかなかったから？でも私は何も間違っていないと思った。前回、マディソンのために全血献血をした時ブレイクは二度と私を傷つけないと約束してくれた。そしてプレストンは、それからずっと私の家族になると言った。ふるさとの施設のマトロンは、家族は家族を傷つけないと言っていた。気づくのは辛かった。どうやら家族は家族を傷つけるらしい。その認識は新たな不公平の波をもたらした。胸は締め付けられ、針とトゲでいっぱいのようだった。涙があふれ、まつげに張り付いた。優しく瞬きすると、涙は磨かれた床板に飛び散った。その痛みを押しつぶされるような身体的な痛みは、夕食までずっと私について離れ、なかった。大きな食卓で、私は本能的に隅のいつもの場所に退き、ブレイクとプレストンを緊張しながら見ていた。彼らはマディソンの両側に座り、一人は彼女と笑いながら話し、もう一人は注意深く彼女に料理をとっていた。真っ赤な唐辛子が突然、私の碗に落ちた。振り返ると、悪意に満ちた遊び心のある目と出会った。ブレイクが君の好きな食べ物は唐辛子だって言ってた。本当か？私は躊躇し、それから唐辛子を拾って口に入れた。窒息するような辛さが爆発し、すぐに鼻と喉を焼いた。止められない激しい咳込みが続いた。顔は痛いほど真っ赤に染まった。ブレイクが歩み寄った。
事情を聞くと、彼は私の頭をポンと叩いた。もう結婚する女なのに。なぜまだこんなバカな豚なんだ？人からもらったものを何でも食べるのか？いつか毒を盛られても気づかずに死ぬぞ。私は咳き込み、その努力は肺を引き裂くようだった。心の痛みは深まり、今や生々しい混乱が重なった。先月、彼らは私に小池に飛び込んで魚を捕まえろと言った。溺れるかもしれないと言ったのに。ブレイクはただ私を突き落とした。私が沈みかけるまで待ってから人を呼んで引き上げさせた。その後、彼は私が彼の恥をかかせたと罵り、1週間ずっと冷たい仮面を崩さなかった。今、私は言われた通りにし、与えられたものを食べた。なぜ彼はまだ不満なんだ？理解できなかった。咳を抑えたが、耳の中の音は耳をつんざくほどに感じられた。マディソンが箸をガチャンと置き、不機嫌な口調で言った。咳をやめて。菌がばらまかれてる。どうやって食べるっていうの？マディソンの鋭い声は、私の目覚めている間の悪夢になっていた。私は思わず肩をすくめ、首を体に引き込めた。次の瞬間、ブレイクは私の腕を掴んで食堂から引きずり出した。去り際に、プレストンがまだ座り、誰かと何気なく話しているのを見た。彼は私を一別もしなかった。ブレイクは私を裏庭に放り出した。ここに立ってなさい。みんなが食べ終わるまで戻ってくるな。彼は振り返らずに去り、蚊の多い庭に私を一人残した。永遠のように感じられる間、私は待った。ブレイクは私を迎えに戻ってこなかった。空が小さな雨粒を落とし始めた。蚊に刺された後に落ちて、一瞬の涼しい、短い安らぎをもたらした。雨は30分続いた。私はずぶ濡れで、その30分間ずっと立っていた。寒さで気を失いそうになったちょうどその時、私の頭上に影が現れた傘の暗い輪郭だ。見上げると、霧雨に縁取られたプレストンの顔は、恐ろしく、全く見慣れないものに見えた。私は後ずさりし、混乱した。男の声は低く不気味だった。俺を見ろ。俺は誰だ？私の頭は遅い。時々人を見分けるのに苦労する。プレストンはいつもこのゲームを楽しんでいた私を失敗させるために、彼の顔を私の記憶に永久に刻みつけるために、初めて私は答えなかった。プレストンの冷たく刺すような声が重く私の頭に落ちた。いいだろう。全く素晴らしい。5年経ってもまだ俺の顔を覚えられない。ウィロー、お前は道端で拾ったのらと何が違うんだ？恩知らずめ。私は縮こまり、それから驚くことに顔を上げて恐れずに彼を睨んだ。立ち上がり、彼を押しのけて家の中に駆け戻り、部屋に走り込んだ。水黒いもせず、ただ濡れたままベッドの中に丸まり、布団をしっかりと引き寄せた。開花からの笑い声と騒音は深夜過ぎまで続いた。目が覚めると燃えるような熱で熱が上がっていた。スマホをつかみ、記憶に刻まれた番号をダイヤルした。電話がつながるとすぐに喉にこみ上げてくるおえつを止められなかった。ライス、彼らみんな私をいじめて。帰りたい。お願い、早く連れて帰って。ライスはサンライズホームでの私の親友だった。彼が養子になる前に私に番号を覚えるよう約束させた。もし私が必要なら電話しなければならなかった。向こう側には沈黙が続いた。それから感情を押し殺した男の声が聞こえてきた。ウィロー？本当にお前か？私。帰りたい。わかった。迎えに行く。だから、泣くのはやめてくれ、いいか？私はうなずき、
涙はますます早く溢れ出した。ライスは子供の頃のように電話の向こうで優しく馴染みのある子守歌を口ずさみ始め、私を眠りに誘った。目を閉じると自分の震える息遣いの音が次第に柔らかくなった。夢を見ながら眠りについた。3日後、無事に生や家を離れる夢を見た。施設に戻っていた。マトロンのもとに。再びライスの手を握り、どれだけ彼を恋しく思っていたか話していた。その夜遅く、熱はまだうなされていた。朦朧とした意識の中で、ブレイクの不平を聞いた。賭けが危ない。なぜ今熱を出さなきゃいけないんだ？もっと馬鹿になったらどうする？マディソンが不満そうに言った。熱を下げるためにもう何本か注射すればいいじゃない。どうでもいいわ。3日後にはあの島に捨てるの。私の満足が必要なんだから。腕に鋭い痛み注射が心臓にまっすぐ伝わった。ブレイクはため息をつき、しぶしぶ妥協するような音だった。わかった、わかった、お姫様。君の望む通りに。私は目を閉じたままにした。胸はとても重く、締め付けられて、ほとんど息ができなかった。2人とも彼の妹なのに。なぜブレイクは私をこんな風に扱うの？私が十分に従順じゃないから？でもマトロンはいつも私が施設で一番従順な子だと言っていた。やっと目が覚めると、ブレイクとマディソンはもういなかった。家政婦のベル夫人がベッドのそばに座り、温かいスープの碗を持っていた。私はマディソンに対するブレイクのムカムカするほど甘やかす口調を思い出し、唇を結んだ。ベル夫人、私って本当にバカですか？ベル夫人の手のひらは広く慰められ、彼女は私の髪を撫でた。声は優しかった。いいえ、ウィローさん。あなたはバカじゃない。あなたは私が今まで知った中で一番親切で、一番従順な女の子です。私は強くうなずき、涙がスープの碗に飛び散った。突然、マトロンがとても恋しくなった。サンライズホームのすべてが恋しかった。ライスが今すぐ来て私を連れ去り、二度と戻らないでほしいと願った。スープを飲み終えると、また横になって眠った。再び目が覚めると、ベッドのそばにいたのはプレストンだった。私は飛び起きて、ベッドの隅に後ずさりした。ビリヤードルームでの彼の言葉を耳にして以来、彼を見るたびに恐怖の震えを感じていた。私の反応を見て、彼の顔は少し曇った。そんなに俺がここにいるのが嫌なのか？私は唇をきつく結んだ。普段プレストンが会いに来るのはいつも嬉しかった。彼が私を聖夜家に連れ帰ってくれた人だった。マディソンがいじめてきたとき、最初に介入してくれた人だった。でもどこかで彼は変わってしまった。完全に見分けがつかないほどに。彼の表情はさらに冷たくなった。近づくように合図した。こっちへ来い。私は動かなかった。彼は命令を繰り返した。二度言わせるな。ゆっくりとしぶしぶ近づいた。手の届く範囲に入るとすぐ、彼は私の後頭部をつかみ、口を私の上に押し付けた。それはキスというより、厳しい懲罰的な噛みつきだった。私は彼を押しのけ、目は恐怖で大きく見開かれた。プレストンはただにやりと笑った。どうして急に恥ずかしがってる？前にもキスしたことあるじゃないか。彼の口調は完璧に普通だったが、背筋に歓喜が走った。プレストンは以前は私を優しく抱きしめてくれた。彼はいつも彼が私を愛し、私が彼を愛している時だけキスできると言っていた。でも彼はさっき私をバカと呼び、私のことが好きじゃないと言った。なぜ今キスするの？私は再び隅に退き、必死に唇の血を拭いながら彼を睨んだ。
意地悪。彼の表情は瞬時に氷のように怒りに変わった。私をつかもうと飛びかかってきた。かわそうとしたが、彼は私の手首を捕まえ、彼の胸に引き寄せた。全力で彼の腕を噛みつこうとしたちょうどその時、客間のドアが開いた。マディソンが入り口に立ち、目が疑わしく赤くなっていた。即座に、プレストンは私を乱暴に押しのけた。私は壁の角にぶつかり、衝撃に揺さぶられ、冷たい恐怖が心を満たした。マディソンは振り返って走り出した。プレストンは彼女を追いかけて失踪した。彼の動きは速すぎて、ドレッサーから小さな土人形を落としてしまった。それは5年前、プレストンが私が彼の顔を覚えるのを手伝うために、自ら形作った人形だった。飛びかかったが遅すぎた。土人形が砕ける音が私の耳に大きく響いた。それはちょうど5年前、プレストンが私を叱った時の感じと全く同じだった。小馬鹿、この人形は俺にそっくりだ。もし壊したら二度と口を聞かないからな。芯二つに割れた泥人形を拾い上げた。涙が頬を伝った。初めて本当にバカだと感じた。本当に耐えられないほどバカだと。この儚い愛の痕跡さえ守れないなんて。壊れた土片を手に握りしめ、裸足で走り出し、直してくれる人を必死に探した。一筋の希望を抱いていた人形が直せれば、もしかしたら5年前のプレストンが戻ってくるかもしれない。その希望は、プレストンがマディソンを抱きしめ、腕で包み込んでいるのを見た瞬間、砕け散った。その瞬間、私はようやく理解した。5年前のプレストンは戻ってこない。彼は本当にいなくなった。そしてこの世界で私を愛してくれる人はまた一人減った。嘲笑うような声が耳に届いた。泣く以外に一日中何してるんだ？振り返ってブレイクを見た。彼の顔は悪意に満ちて、舌で抱き合う二人を一別した。なかなかお似合いだな、そう思わないか？正直理解できない。マディに比べて、お前みたいなバカに何があるんだ？単純バカは本当に運がいいのか？私は話さなかった。骨の髄まで冷たい寒さが足から全身に広がった。ブレイクは眉を潜め、私の沈黙に明らかに不満だった。どうした？熱でまた黙っちゃったか？彼の視線が私の抱える土人形に折り、目は意地悪な興味で輝いた。それ、プレストンのつもりか？すごく醜いな。本当にそれを彼にあげようと思ったのか？彼は手を振り、人形を私の手から叩き落とした。今回は完全に砕けた。もう直しようがなかった。しゃがみ込み、粉々になった顔を見て、それからブレイクを見上げた。ブレイク、私は本当にそんなに嫌われる存在なの？初めて彼を兄さんと呼ばなかった。彼自身、私のような妹がいるのが恥ずかしいと言っていた。しかし今、ブレイクは眉を強く潜めた。なんて呼んだ？熱でもう一度頭がやられたか？彼は不満を私の手を強く踏みつけることで発散した。小さな土の破片が手のひらに刺さり、すぐに血が滲んだ。唇を噛み、全力で彼を押しのけ、階段に向かって走った。速く走った、飛んでいるように感じた。マディソンとプレストンのそばを通り過ぎるとき、彼らには一別も与えなかった。プレストンはマディソンを離し、私を追いかけて叫んだ。ウィロー。どこに行くんだ？止まれ。私は止まらなかった。手のひらからの血の滴りが床に一定の軽やかな模様を飛び散らせた。外では朝の光がまばゆかった。ぼんやりとマトロンが見えたと思った。彼女は腕を広げ、優しく神聖な表情を浮かべていた。ウィロー、帰ろう。マトロン。
幻に向かって飛びかかったが、地面に激しくぶつかっただけだった。痛みが私を現実にずれ戻した。そこには何もなかった。私を愛してくれる人は誰もいなかった。プレストンが私を寝室に運び戻し、ベッドに放り投げた。帰りたい。家に帰りたい。私は叫び、スマホに手を伸ばしてライスに電話し、今すぐ来るように伝えようとした。プレストンはスマホをひったくり、声には苛立ちがにじんでいた。この騒ぎはやめろ。ここがお前の家だ。違う。私の家はサンライズホームだ。ここは私の家じゃない。ブレイクが近くに立ち、冷笑していた。もともと単純だったのに、今は完全に狂っちゃったな。マディソンが彼の後ろに隠れ、怖がっているふりをした。兄さん、彼女って精神疾患があるの？ブレイクは彼女の髪を撫でた。心配するな。兄さんが守ってやる。私は全員を睨みつけ、最後にマディソンに視線を止めた。彼女の表情は嘲笑いながら口を動かしていった。バカ。私の自制心の最後の糸が切れた。野生の動物のように飛びかかり、マディソンを引っかき、噛みつこうとした。彼女に届く前に、プレストンが私を押しのけ、その力でナイトテーブルの角にぶつかり、目が回り、混乱した。マディソンは驚いて気を失った。ブレイクは彼女を抱き上げ、最後の悪意に満ちた脅しを私に投げかけた。後でお前を始末する。プレストンは純粋で、ぞっとするような軽蔑の目で私を見た。ウィロー、お前には本当にがっかりだ。頭が弱いからって、人を無差別に攻撃する言い訳にはならない。私は自分をしっかりと抱きしめ、胸を腕で包み込んだ。それ以上傷つけられないように守れるかのように。騒ぎを聞きつけたベル夫人が駆けつけ、散らかったものを片付けた。彼女は優しく私の腕を自分から離し、すりむいた膝の手当てをした。ウィローさん、痛かったら言ってくださいね。私は胸を指さした。ここ。すごく痛い、すごく。ベル夫人の目は赤く、彼女はため息をついた。私は彼女の腕をつかみ、懇願した。ベル夫人、帰りたい。施設に戻りたい。ベル夫人は再びため息をつき、今回はより深かった。ウィローさん、また忘れてしまったんですか？施設は3年前に取り壊されました。そして、あなたの面倒を見てくれたマトロンは5年前に胃がんで亡くなりました。そうだった。マトロンは死んだ。記憶が曖昧な心の奥底から浮上し始めた。マトロンが私を見守るために空の星になると言っていたのを覚えている。プレストンが私を聖夜家に連れて行く前に、彼女に誓った言葉を覚えている。これからウィローは俺の命です。マトロンが棺の中に横たわり、どんなに泣いても目を覚まさないのを覚えている。もうマトロンはいない。家もない。ブレイクが翌日戻ってきた。まだ腹を立てていた。スーツケースを開け放ち、私のいつもの持ち物お気に入りのカップ、パジャマ、着替え、お気に入りのお菓子を狂ったように詰め始めた。マディを襲ったことがまだ終わったと思ってるんじゃないぞ。彼女が目を覚ます前にここを出ろ。プレストンの家に行くんだ。彼女が許すまで戻ってくるな、わかったか？そう言いながら、彼の目は私のナイトテーブルの上の家族写真に落ちた。それは私が家に帰ってすぐに撮ったものだった。マディソンが中央に立ち、睨みつけている。ブレイクは彼女のそばにいて、かがみ込んで彼女を元気づけようとしている。主役の私は隅にうずくまり、おずおずとした緊張した笑みを作っていた。彼は躊躇し、それから写真をスーツケースに詰め込んだ。彼のスマホが鳴った。バルコニーに出て電話に出た。私は写真を取り出し、
ゴミ箱に捨てた。どうせ戻らない。持っていく意味はない。遠くからブレイクの冷たい笑い声が聞こえた。もう伝えてある。今回は少なくとも1ヶ月は閉じ込めておけ。教訓を学べば返してやる。心配するな、俺は何をしてるかわかってる。彼はこんなに手間をかける必要はなかった。もう二度と私に会うことはない。彼は電話を切り、部屋に戻り、スーツケースを掴んで私を階下に引っ張っていった。一瞬考え、それからブレイクの手からもがき離れ、寝室に駆け戻った。ナイフで彫った肖像画を取り出し、彼に差し出した。彼は受け取らず、一別してすぐに切り捨てた。これは何だ？醜いな。私は一瞬止まった。誕生日プレゼント。1ヶ月前、ブレイクに誕生日に何が欲しいか聞いた。彼は自分自身のナイフ彫りの肖像画を要求した。誰もが彼が無理な要求を恋にしていると知っていた。でも私の鈍い頭は気づかなかった。小さなナイフを取り、1ヶ月間静かに作業し、手に無数の小さな傷を残した。彼にあげるつもりはなかった。でもこれは彼に誕生日プレゼントを贈る最後の機会だった。私の言葉で彼はようやく思い出した。彼はいつもの軽蔑まとな口調に戻った。本当に彫ったのか？どうしてそんなにバカなんだ？彼が口を開くと同時に、私は彼自身の無造作な残酷さを真似て、彫刻をゴミ箱に投げた。次の瞬間、彼はゴミ箱から彫刻を取り出し、怒りで叫んだ。今度は何してるんだ？狂っちゃったのか？欲しくないなんて言ってないぞ。私はブレイクを全く理解できずに見つめた。彼は咳払いをし、彫刻を机の上に置き、私をドアの方に引きずっていった。行くぞ。家を散らかすのはやめろ。彼は玄関口でも説教をやめなかった。着いたら従順にしろよ、わかったか？また俺の恥をかかせるな。誰かがお前にちょっかい出したら電話しろ。聞いたか？彼の声が今日は異常に大きくてイライラする。私の鼓膜が痛いとただ思った。迎えの車は驚くほど早く到着した。あまりに早くてブレイクも驚いたようだった。まだあと30分かかるって言ってなかったか？彼は深く考えず、ただドアを開け、私とスーツケースを車内に押し込んだ。バックミラーでライスの視線と出会った。何年も会っていなかった。彼はマスクの上に美しい目だけを見せていた。でも私はすぐに彼だと分かった。ライス。彼が私を家に連れて帰りに来てくれた。